こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年1月24日に開催された Xbox デベロッパーダイレクトで発表された最新情報をまとめてご紹介します。いやー、忍者が、まさかの忍者がの新作が発表されて、もうテンション上がりっぱなしです。嬉しすぎます。ぜひ最後まで見てね。はい、ということで、なんと忍者ガイデン4が発表されました。2025年秋発売日初日からゲームパスに対応します。ナンバリングタイトルとしては13年ぶりの最新作となります。本作は光栄テクモゲームズとベヨネッタやニーヤオートマタでおなじみのプラチナゲームズ、さらにはフィル・スペンサー氏の後押しを受け、マイクロソフトを含めた3社で制作へと駒を進めることができたと公表されており、 Xbox ゲームスタジオがパブリッシャーを務めるタイトルとなっています。位置づけとしては忍者ガイデン3の正当な続編となっていて、これまでのシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観を継承しつつ、新キャラクターのヤクモが主人公を変更した理由は時間を空けての新作ということもあって、新規プレイヤーにもスッと受け入れてもらえるようにしたと明かされており、当然従来のファンにも楽しんでほしいことから、竜はやぶさは作中の随所に登場し、彼として戦える場面などを通してその存在感はしっかりと出していく予定とも話されています。またヤクモはこれまでにない新アクションを使用することができ、忍者ガイデンならではの激しいバトルはもちろん、戦闘からの移動を含めて常に緊張感が伴っている体験にするためにと、ステージに疾走感のあるワイヤーアクションやレールアクションといった遊びを挟み込んでいるとも公表されています。もちろんシリーズの象徴でもある伊豆直俊や飛燕は今作にも健在で、特にシリーズの中でも忍者が2の良さを継承し、4では2の特徴を強く感じられるような作りにしているとのことです。また難易度のカスタマイズも可能となり、熟練のアクションゲーマーでさえ極限まで追い込まれる歯応えでありながら、初心者でも楽しめるような作品になるとも発表されています。忍者側 Xbox を代表するアクションタイトルだと思っていたので、今回の4の発表は本当に嬉しいですね。なかなか3以降はこれぞ忍者画だと思えるタイトルに恵まれなかったので、新たに再始動した忍者画シリーズの今後にとても期待しています。そしてさらに忍者画4だけでなく、忍者ガイデン2ブラックが発表されました。しかも1月24日発表と同時にいきなり発売し、発売日初日からゲームパスに対応しています。 RPG ばかり遊んでいた私が初めてクリアした高難易度ゲームが忍者ガ2の超人で、忍者ガ2のおかげで今の私があると言えるくらいなので本当に嬉しいですね。今回の2ブラックはアンリアルエンジン5を用いて開発されていて、ステージやキャラクター、エフェクトとライティングを一新し、現世代の美しいグラフィックに進化しています。また追加キャラクターであるもみじやあかね、レイチェルの3名で操作できる他にも、ピンチの時にオートでサポートしてくれる簡単な難易度など、後続の派生作品の追加要素も収録しています。具体的には過去のシリーズ作品をもとにダメージや敵の配置の調整を再度行っていたり、フィグマ2で追加された一部ボスや追加チャプターなどを収録していて、オリジナル版の2をそのままリマスターしたという感じではなく、部分的に作り変えている作品となっていて、私が触っている印象ではどちらかというとシグマ2寄りのゲームデザインに感じられます。なお Xbox シリーズ X では 4K120fps に対応し、美しく滑らかな映像で遊ぶことができます。本作のアドバイスとしては、体のどこかを欠損した敵に対して Y ボタンを押すことで確実に仕留めることができる滅却システムが非常に重要なので、とにかくまずは敵を欠損させることができたら滅却を行うっていうのが基本戦術です。滅却中は無敵となるため、敵を安全に排除できますし、敵の残り HP に関係なく必ず即死させることができるようになっています。さらには超攻撃長押しで使用できる強力な絶技は、敵を倒した際に出現するエッセンスを吸収することによってより強大な攻撃となるのですが、本作にはジャンプから着地する瞬間に強攻撃を貯めることによって、瞬時に周辺のエッセンスを吸収して絶技を使用することができる着地絶技というテクニックが存在します。
滅脚で敵をほふり、その場からジャンプで他の敵の近くへ移動し、そのまま着地絶技へつなげるといった流れは本作において非常に重要なので、覚えておくとかなり戦いやすくなると思いますよ。映像が綺麗になっている反面、カメラワークの悪さはオリジナル版と変わらず、ゲーム性も過去のままのため、現代のアクションゲームに慣れている方にとってはところどころ遊びづらさを感じてしまうかもしれません。それでも以前からゲームパスに対応している忍者ガイデンマスターコレクションに収録されているシグマ2と比べると本来のゴア表現を取り戻しているので、リプレイの方にはぜひ体験してみてほしいと思います。そしてさらにデベロッパーダイレクトではサウスオブミッドナイトの発売日が4月8日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。アメリカ南部を舞台に魔法の力を利用して困難を乗り越えていく三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。ストップモーションアニメで描かれるゴシックな世界観が特徴となっていて、様々な魔法を駆使した戦闘を楽しむことができます。また、ゲームのボリュームは10から12時間ほどになると明かされています。世界観が魅力的な作品ですね。フレイル・オブスキュール・エクスペディション33の発売日が4月24日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。クラシックな JRPG とアクションゲームから影響を受けて開発された新作 RPG です。戦闘システムは単性でありつつもリアルタイムで回避やパリー、カウンターなどを利用できるようになっていて、攻撃のリズムをつかんでチェーンコンボを繰り出すことも可能。また、パリーが苦手な方向けに難易度のオプションも用意されていて、パリーや回避のタイミングの猶予はプレイヤー側で選べるような作りであると明かされています。今作も発売が楽しみですね。Doom: The Dark Ages の発売日が5月15日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。最新作の特徴として、近接武器や近接スキルが新たに追加。降りかかる炎を防いだり、遠距離から敵の首を跳ねたりできるシールドソーや、巨大なスパイク付きのフレイルなどといった新しい武器が登場。ドゥームエターナルが戦闘機のような感覚だったとすると、今作では鉄の戦車で立って戦うことができるような印象だと語られています。リブート版 Doom および Doom エターナルは現在ゲームパスで遊ぶことが可能です。ものすごくハイテンポで気持ちのいい傑作なので、リプレイの方はぜひ遊んでみてください。めっちゃ面白いですよ。ということで今回は2025年1月24日に開催された Xbox デベロッパーダイレクトで発表された最新情報をまとめてご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。